私たちの暮らしに欠かせない様々な製品、その裏には作り手の誠実な努力があると誰もが信じています。しかし、もしその信頼が企業の利益のために意図的に裏切られたとしたら、これはある日突然、愛する家族との日常を奪われかけた一人の主婦が巨大企業の隠蔽体質に立った一人で立ち向かい、法律を武器に真実を突き止めた不屈の物語です。第一章、ささやかな幸せと黒い影。佐々木智恵、42歳、夫と小学4年生の息子大輝との3人暮らし。彼女の日常はどこにでもある穏やかで幸せなものだった。最近その日常に新しい彩りが加わった。ママ、すごい。この自転車、坂道が全然怖くない。後輪のチャイルドシートに乗った大輝がキャッキャと声を上げる。智恵が漕いでいるのは先月少し奮発して購入したばかりの電動アシスト自転車だ。テレビ CM でもおなじみの国内最大手メーカーベロシティサイクル社の最新モデル。流線形の美しいフォルムとパワフルなアシスト機能が自慢の1台だった。本当ね。これならお買い物も遠くの公園も楽ちんだわ。智恵は微笑みながらペダルに力を込める。風が頬を撫で、息子の楽しそうな声が耳に心地よい。これ以上の幸せがあるだろうか。ベロシティサイクル社はその高い技術力と安全性で知られ、智恵も絶大な信頼を寄せていた。だから気づくはずもなかった。ペダルを漕ぎ、車体に体重がかかるたびに頑丈に見えるフレームの付け根からごくかすかに響く金属のきしむ音に、それはやがて訪れる悪夢のほんの小さな予兆に過ぎなかった。第2章、突然の悲劇。砕け散った日常。その週末は雲一つない絶好のサイクリング日和だった。今日は河川敷まで行ってみようか。夫にそう言って智恵は大輝を乗せ、お気に入りの自転車で家を出た。心地よい汗をかき、目的地の河川敷に到着。芝生の上で手作りのお弁当を広げ、笑い合った。幸せな時間はあっという間に過ぎ、傾きかけた太陽を背に家路に着く。問題の坂道は河川敷から住宅街へと続く緩やかで長い下り坂だった。スピードが出過ぎないよう智恵は慎重にブレーキをかけながらゆっくりと坂を下っていく。その瞬間だった。バキン。今まで聞いたこともない金属が引きちぎれるような轟音が響き渡った。次の瞬間、智恵の体はまるで巨大な手に叩きつけられたかのように激しい衝撃とともに宙に投げ出された。何が起きたのか全く理解できなかった。視界の端で自分が乗っていたはずの自転車がハンドル部分とサドル部分の2つに分かれ、無残な姿でアスファルトの上を滑っていくのが見えた。ママ。背後から聞こえる大輝の絶叫。智恵はなすすべもなく硬いアスファルトに体を叩きつけられた。左腕に骨が砕けるような激しい痛みが走る。幸い後方をゆっくりと走っていた大輝に怪我はなかった。しかし彼は目の前で母親が血を流して倒れ、愛用の自転車が鉄くずのように砕け散る様をただ呆然と見つめるしかなかった。薄れゆく意識の中、智恵の耳に届いたのは息子の泣き叫ぶ声と遠くで鳴り響く救急車のサイレンの音だった。診断結果は左腕頭骨尺骨の複雑骨折。智恵の腕には冷たいプレートが埋め込まれ、全治3ヶ月の重傷という診断が下された。第3章、冷酷な宣告と二次被害。事故から3日後、智恵の夫は事故の状況を細かく記し、メーカーであるベロシティサイクル社の顧客サポート室に報告の電話を入れた。走行中にフレームが破断するなど通常では考えられません。原因の調査をお願いします。夫の言葉に電話口の担当者はご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。製品をお預かりし原因を調査させていただきますと丁寧な口調で答えたという。その言葉を信じ、智恵も夫も誠実な対応がなされるものとばかり思っていた。しかし事故から2週間後、ベロシティサイクル社から送られてきた一通の封筒がその淡い期待を無慈悲に打ち砕く。差出人は顧客サポート室長高柳一馬。 A4 用紙1枚に印字された文面は驚くべき内容だった。先日ご報告いただきました件につきましてお預かりした製品を弊社技術部にて詳細に調査いたしました結果、製品そのものに起因する欠陥は認められませんでした。智恵は信じられない思いで
何度もその一文を読み返した。事故の発生原因といたしましては、想定外の外的要因による負荷、もしくはお客様による日常メンテナンスの不備等に起因するものと強く推測されます。嘘でしょ？震える声が漏れる。まるで事故の全責任がこちらにあるとでも言いたげな文章。納得のいかない巴はまだ痛む腕で受話器を握りしめ、記載されていた高柳の直通番号に電話をかけた。佐々木と申しますが、先日お送りいただいた調査結果についてご説明いただけますか。感情的になる巴に対し、電話口から聞こえてきた高柳の声は温度というものが一切感じられない冷たいものだった。ああ、佐々木様ですね。書類に記載の通りですが、何かご不明な点でも？不明な点だらけです。普通に坂道を下っていただけで自転車が真っ二つに折れたんですよ。それなのになぜこちらのせいになるんですか。すると高柳は鼻でふっと笑う気配をさせた。奥様、大変失礼ですが、取扱説明書はお読みになりましたか。当社の製品は非常に精密にできております。主婦の方の運転は時として我々の想定を超える乗り方をされるケースも報告されておりまして、その言葉に巴は頭が真っ白になった。主婦の運転、それは紛れもない侮辱だった。それにお子様を驚かせてしまったとのこと。大変お気の毒だとは思います。ですがそれはお客様ご自身の運転が招いた結果かと存じますが、言葉を失う巴に高柳は畳みかける。これ以上は弊社としましても対応いたしかねますので、それでは失礼。一方的に電話が切れる直前、巴の耳は確かに捉えていた。受話器の向こうで高柳が近くの部下に吐き捨てる声を、またクレーマーだよ、これで処理しといて、ガチャリという音とともに通話は途切れた。巴は受話器を握りしめたままその場に崩れ落ちた。腕の痛みよりも心が張り裂けそうなほどの屈辱と絶望に、ただ涙を流すことしかできなかった。第4章閉ざされる扉、深まる孤独。このまま泣き寝入りなんて絶対にしたくない。事故の衝撃で夜も眠れず、小さな物音にも怯えるようになってしまった息子の姿を見るたびに巴の怒りは燃え上がった。翌日、彼女は藁にもすがる思いで地域の警察署の交通課に相談に訪れた。事故現場の写真、メーカーからの冷酷な回答書を見せ必死に訴える。しかし対応した中年の警察官は面倒くさそうに腕を組み、ため息混じりに言った。奥さんね、自己証明は出せますけど、製品の欠陥が原因かどうかなんて我々には判断のしようがないんですよ。でも現実に自転車は壊れて私は大怪我をしたんです。メーカーさんが欠陥はないって回答してるんでしょ。そうなるともう民事の話になっちゃうからね。我々にはどうすることも民事不介入の原則ってのがあってね。その言葉は公権力が私たちはあなたの味方にはなれませんと宣告したのと同じだった。次に消費者のための相談窓口であるはずの国民生活センターに電話をかけた。事情を説明すると相談員は同情的な声色で話を聞いてくれた。しかし最終的な答えは巴をさらに絶望させるものだった。お気持ちは察しますが、メーカー側から欠陥を公式に否定する見解が出てしまっている以上、私どもから強く指導したり仲介したりすることは難しいのが現状でして、閉ざされる扉、断ち切られる希望。その夜、疲弊しきって帰宅した巴に夫が心配そうな顔で声をかけた。巴、もうやめにしないか、見ていられないよ。でもあんな言われ方して黙ってろって言うの？気持ちは痛いほどわかる。でも相手は誰だと思ってるんだ。テレビで毎日 CM をやってる大企業だぞ。そんな会社に俺たちみたいな一個人が戦いを挑んで勝てるわけがないじゃないか。夫の言葉は紛れもなく巴を案じてのものだった。だがその優しさが今の巴には何よりも辛かった。お願いだからもう忘れて治療に専念してくれ。俺は君の体が心配なんだ。社会から見放されたった一人の味方だと思っていた夫にまで戦うことを諦めるよう諭される。巴は深い海の底に一人沈んでいくような圧倒的な孤独感に襲われていた。第5章闇の中の一筋の光。すべてに絶望し塞ぎ込む日々が続いた。眠れない夜、
巴は無意識にスマートフォンの光に救いを求めていた。もう意味はないかもしれない。でもこのままでは終われない。彼女は事故現場で夫が撮影していた無残に折れ曲がった自転車のフレームの写真をとある自転車愛好家が集うネットのフォーラムに投稿してみた。走行中にフレームが折れました。大手メーカー品ですが、こんな壊れ方ありえるのでしょうか。メーカーからはこちらの乗り方のせいにされています。弱々しい文章に自重気味な笑みが漏れる。どうせお前の運転が悪いという返信が来るだけだろう。しかし数時間後、スマートフォンの通知が鳴り、画面を見て巴は息を飲んだ。信じられない。俺も3ヶ月前全く同じモデルで同じ場所が折れて転倒しました。私もです。メーカーに連絡したらあなたと全く同じことを言われました。お客様の責任ですと。やっぱり欠陥品だったんだ。怖くなってすぐに処分してしまったけど、次々と寄せられる同じような事故の報告。自分だけではなかった。メーカーの冷酷なマニュアル対応の裏で声を上げることすらできずに泣き寝入りしていた被害者がこんなにもいたのだ。怒りがふつふつと体の底から湧き上がってくる。それは絶望を焼き尽くす新たな闘志の炎だった。巴は震える指で返信をくれた一人一人にメッセージを送った。お願いです。一緒に戦ってはもらえませんか。暗闇の中にようやく一筋の光が差し込んできた瞬間だった。第6章法律という名の武器。数日後、巴はネットで見つけた消費者問題に強いという評判の町田法律事務所のドアを叩いていた。対応してくれたのは橘と名乗る30代後半の快活な女性弁護士だった。巴はこれまでの経緯、メーカーの非道な対応、そしてネット上で見つけた他の被害者たちの存在を堰を切ったように語った。橘の弁護士は一度も話を遮ることなく真剣な眼差しで巴の話に耳を傾け、分厚い資料に目を通していく。そして巴が全てお話を終えると、橘は力強い口調で言った。佐々木さん、これまで本当にお一人で辛い思いをされましたね。ですがもう大丈夫です。その一言に張り詰めていたものが切れ、巴の目から大粒の涙が溢れ出した。橘は優しくティッシュを差し出しながら続けた。警察や行政が民事不介入を理由に動いてくれないことは残念ながらよくあることです。しかし我々には司法の場で白黒をつけるという最も強力な手段が残されています。橘は一冊の六法全書を手に取り、あるページを開いてみせた。これは製造物責任法、通称 PL 法と呼ばれる法律です。簡単に言えば、製品の欠陥によって人の生命や体に損害が生じた場合、被害者は製造業者に対して損害賠償を請求できると定めています。そしてこの法律では被害者側がメーカーの過失まで証明する必要はありません。製品に欠陥があったこと、そしてその欠陥によって損害が生じたことを証明できればいいのです。初めて聞く法律の名前。しかしその内容は絶望の中にいた巴にとってまさに救いの光だった。あなたのケースは複数の類似事故の証言も集まりつつある。これは個人の乗り方の問題ではなく、製品の設計あるいは製造上の欠陥である可能性が極めて高いことを示唆しています。泣き寝入りする必要など微塵もありません。大企業は決して無敵ではないんです。橘の確信に満ちた言葉に巴は涙で濡れた顔を上げ、強くうなずいた。先生、私戦います。一人の主婦の巨大企業に対する反撃ののろしが今静かに上がった。第7章見えざる敵からの卑劣な攻撃。橘の弁護士の指導のもと、巴の戦いは具体的な形を取り始めた。まず橘の名前でベロシタイサイクル社の高柳、そして代表取締役社長宛てに事故原因の再調査及び製造物責任法に基づく損害賠償請求についてと題した内容証明郵便を送付した。これは法的な交渉の開始を告げる宣戦布告だった。しかしベロシティサイクル社の対応は巴の想像を絶するほど卑劣なものだった。数日後、橘法律事務所に届いたのはベロシティサイクル社の顧問弁護士を名乗る法律事務所からの一通の通知書。そこには
こう記されていた。秘伝らのご主張は何ら客観的根拠に基づかない一方的なものであり、弊社の社会的信用を著しく毀損するものです。今後同様の主張を続けるのであれば、弊社としましては威力業務妨害及び名誉毀損による刑事告訴並びに民事訴訟の提起もやむを得ず検討いたします。それは交渉の余地などないあからさまな脅迫だった。さらに本当の恐怖は見えない場所から忍び寄ってきた。巴が他の被害者と情報交換するために利用していた SNS のアカウントに突如として匿名での誹謗中傷が殺到し始めたのだ。金目当ての当たり屋だろ。恥を知れ。あの人地元でも有名なモンスタークレーマーらしいよ。子供を危険にさらしておいてよく被害者面できるな。毒親が書かれている内容はどれも心ないデマばかり。しかし中にはあそこのスーパーでいつも乱暴な運転してる公園の近くに住んでる人だよねなど巴の個人情報に近い不気味な書き込みまであった。メーカー側が自分を特定し組織的に評判を貶めようとしている、そう直感した巴はスマートフォンの画面を見つめながら恐怖で全身の血の気が引いていくのを感じた。悪意ある言葉のナイフが昼夜を問わず彼女の心をえぐり続けた。第8章世論を動かす最後の一手。ひどい。あまりにもやり方が汚すぎる。事務所で誹謗中傷の書き込みを見ながら橘の弁護士は怒りに唇を震わせた。佐々木さん怖いでしょう。でもここで引いては相手の思うツボです。彼らがこれほど卑劣な手を使ってくるのは裏を返せばそれだけ追い詰められている証拠。彼らは何かを隠している。絶対に。橘は巴を励ましながら次の一手を打つ。もう企業対個人の問題ではありません。社会全体の問題としてこれを公の場に引きずり出します。橘が打った最後の一手、それは巴を含む集まった被害者5名の連名で国の第三者機関である消費者安全調査委員会通称消費者事故調に正式な事故原因の調査を申し立てることだった。消費者事故調は消費者庁に設置された強い調査権限を持つ組織だ。彼らが調査するに値すると判断すれば企業は内部資料の提出を含め調査に協力する義務が生じる。企業からの脅しは通用しても国の機関は無視できない。この申し立てがとあるネットニュースで報じられると事態は一気に動き出した。大手自転車メーカー欠陥隠しか。被害者の訴えに名誉毀損で訴えると恫喝。 SNS での中傷はメーカーによる情報操作工作の疑いも。記事は瞬く間に SNS で拡散され、これまでくすぶっていた世論の炎が一気に燃え上がった。ベロシタイサイクルリコール隠し卑劣な企業。これらのハッシュタグが SNS のトレンドを席巻。テレビの情報番組もこの問題を取り上げ始め、ベロシティサイクル社のウェブサイトはサーバーがダウン。顧客サポート室の電話は抗議で鳴りやまなくなった。もはや隠し通せるレベルではない。巨大企業の足元が音を立てて崩れ始めていた。第9章断罪の時、崩れ落ちる巨頭。消費者事故調による本格的な調査が開始された。ベロシタイサイクル社は当初抵抗の姿勢を見せていたが、世論の猛烈な圧力と事故調の厳しい追及の前に隠し持っていた内部資料を提出せざるを得なかった。そしてついに動かぬ証拠が発見される。それは高柳が事故以前から開発部門より受け取っていた当該モデルにおけるフレーム溶接部分の強度不足の可能性を指摘する極秘の内部報告書だった。高柳はコストのかかるリコールや設計変更を嫌い、その重大な報告を自身の判断で握りつぶしていたのだ。すべてが白日の下にさらされた。株価は連日ストップ安を記録。海外の取引先からも契約の見直しが通告された。創業以来最大の危機。数日後、ベロシティサイクル社の本社重役会議室、巴と橘、そして他の被害者たちの前に社長をはじめとする役員たちが沈痛な面持ちで並んでいた。その中にやつれ果て顔面蒼白になった高柳の姿もあった。この度は弊社の製品の欠陥により皆様に取り返しのつかない多大なるご迷惑とご心痛をおかけいたしましたこと誠に申し訳ございませんでした。社長の謝罪の言葉とともに役員たちが一斉に深々と頭を下げた。もはや
そこにかつての巨大企業の傲慢な姿はなかった。会社は製品の欠陥を全面的に認め、当該モデルの即時リコールを発表。巴たち被害者全員に対し、治療費や購入費用はもちろんのこと、これまでの精神的苦痛に対する誠意ある慰謝料を支払うことを約束した高柳は、この事件の全責任を問われる形で懲戒解雇処分となった。会議室を出る巴に、彼は力なく蚊の鳴くような声で申し訳ありませんでしたとつぶやいたが、巴はただ静かに前を見据え、その言葉に答えることはなかった。大樹明取り戻した笑顔と未来へのペダル。事故から半年が過ぎた。巴の左腕の傷はまだ時折痛むものの、日常生活には支障がないまでに回復していた。彼女のもとにはニュースを見た全国の見知らぬ人々から、あなたの勇気に救われました、声を上げてくれて本当にありがとうという温かい励ましの手紙やメッセージが数多く届いていた。自分の行動は無駄ではなかった。それは自分と家族の日常を取り戻しただけでなく、まだ見ぬ誰かの未来の事故を防ぎ、多くの人の安全を守ることにつながったのだ。ある晴れた休日、巴はベロシタイサイクル社とは別の誠実なものづくりで評価の高いメーカーの新しい電動アシスト自転車にまたがっていた。後ろのチャイルドシートには、あの日以来自転車に乗りたがらなかった大輝が少し緊張した面持ちで座っている。ママ、もう大丈夫なの？不安そうな息子の問いかけに、巴は力強く、そして最高の笑顔で振り返った。大丈夫、もう何も怖くないよ。ゆっくりとペダルを漕ぎ出す。風が再び母子の方を優しく撫でた。巴の心の中にはもう恐怖も怒りも絶望もなかった。ただ愛する息子と共に未来へと続く道を確かな信頼とともに漕いでいけるという揺るぎない喜びだけが満ちていた。一人の主婦の勇気ある行動が巨大企業の闇を暴き、社会を動かした。そのペダルが踏み出す一歩は小さくとも確かな希望に満ちていた。今回の法律 Tips、製品の欠陥による事故から身を守るために知っておきたい法律と制度。今回のエピソードいかがでしたか？製品の欠陥による事故は決して人事ではありません。もしあなたが巴さんと同じような立場になった時、自分の身を守るために知っておきたい法律と制度を簡単にご紹介します。Tips、あなたのせいじゃない。製造物責任法 PL 法。あなたの使い方が悪いとメーカーに言われても泣き寝入りする必要はありません。製造物責任法 PL 法という法律では、製品の欠陥によって生命や体、財産に損害を受けた場合、被害者はメーカーに対して損害賠償を請求できると定められています。この法律のポイントは、メーカー側にわざとやったという故意やうっかりミスといった過失がなくても、製品に欠陥があったことさえ証明できれば責任を追及できる可能性があるという点です。Tips、未来の事故を防ぐ切り札。消費者安全調査委員会消費者事故調。今回のケースのように企業が欠陥を認めず、個人では対応が難しい場合、国の機関である消費者安全調査委員会、通称消費者事故調に調査を申し出るという方法があります。これは製品やサービスが原因で起きた事故の原因を究明し、再発防止策を政府に提言する非常に強い権限を持った組織です。個人の救済だけでなく、社会全体の安全を守るための非常に重要な制度と言えるでしょう。Tips、証拠が何よりの武器になる。もし事故が起きてしまったら、パニックにならず、まずは証拠を保全することが何よりも重要です。壊れた製品や事故現場の写真をあらゆる角度から撮影しておく。壊れた製品そのものを絶対に捨てずに保管しておく。病院に行き、必ず医師の診断書をもらっておく。メーカーとのやり取りはメールや書面で残し、電話の場合は会話を録音しておく。これらの証拠が後の交渉や裁判であなたを助ける強力な武器になります。理不尽なトラブルはある日突然誰の身にも降りかかってくる可能性があります。しかし正しい知識と諦めない勇気があれば必ず道は開けます。このチャンネルがその一助となれば幸いです。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン
188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。